日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。夏休みが終わりました。フロリダは夏休みが終わって新学期が始まりました。だいたい8月の初め、2週目くらいに新学期が始まるんですね。というわけで、高校3年生の娘も高校へ通い始めました。17歳の娘は夏休みの間中夢中になっていたものがあります。ミュージカルです。パーシー・ジャクソンというギリシャ神話をもとに作られたティーン向けの人気小説をミュージカルにしたもの、パーシー・ジャクソンミュージカルというのがあるんですが、これを隣町の小さい劇場でやることになりまして、娘はオーディションを受けたんですね。人生初のオーディションです。見事に受かりまして、練習を始めたのが6月の終わり。それからもう毎日練習してましたが、初めは早く、ちょい役で出演する予定だったんです。ところがしばらくすると、主役の男の子の歌が、いまいちあんまり上手くないね、ということが分かってきました。で、代役だったうちの娘にですね、主役をやってみないかという話が持ち上がったんですね。本人もびっくりしましたけれども、そばにいた家族も本当にびっくりしました。もちろん本人は大喜びで主役に挑戦しまして、本当に一生懸命練習しましたね。毎日、練習に通いました。そして人生初のミュージカル、全部で9公演、8日間ですね。8日間公演をして9回やったんですけれども、初舞台大成功に終わりました。初めは8回公演の予定だったんですが、もっと見たいという人とか、チケットが欲しいという人がたくさんいて、1回公演を増やしたんですね。どれも大きな失敗、事故などなく、滞りなくうまくいきました。人生初のオーディション、人生初の本格的なミュージカル。子供たちが出演するミュージカルではあったんですけれども、一応お金を取る、チケットを買ってもらうというスタイルのミュージカルで本格的な公演だったので、非常に嬉しかったですね。娘は以前からミュージカルに憧れていまして、実は地元の先輩の女優さん、素人さんの女優さんなんですけれども、その人にアドバイスを受けていたんですね。で、彼女のアドバイスは、初めてのオーディションでは絶対に主役を取るというのは無理だから、何度もオーディションにチャレンジして主役を勝ち取ってねというアドバイスだったんです。ところが娘は初めてのオーディションで主役になってしまいました。というわけで、無理じゃなかったね、ママ、なんていうふうに言われたんですけれども、このミュージカル、オーディションを受けて主役に抜擢されたという大成功の裏には、なんというんでしょうか、秘密があるというか、やっぱりただ運が良かったというだけではない何かがあったなと私は思うんですね。で、それを次回お話ししたいと思います。運が良かったの秘密。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。チャンネル登録してね。